今回に関してはサバイバーをメインとしたご紹介と経験値ブーストとレベリングについてご紹介させていただこうかと思います。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークチュートリアルといたしまして、ステータスについてご紹介しようかと思います。本来はですね、サバイバー、恐竜ともに合わせてですね、ご紹介するつもりだったんですが、どう構成を考えても長くなってしまうので、今回に関してはサバイバーをメインとしたご紹介と経験値ブーストとレベリングについてご紹介させていただこうかと思います。次回ですね、ペットのステータスについてもご紹介させていただこうかと思っております。ちょっとペットの方はかなりディープなお話までしようかなと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップ動画であったり、建築動画、冒険動画、こういうチュートリアルなども発信しておりますので、少しでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。こういうの見たいよっていう何かリクエストあれば、ぜひコメント欄によろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。はい。ではですね、ステータスについてご紹介していきます。まずは体力に関してなんですが、よく言うヒットポイントというところで、0になったら死ぬっていうものですね。回復に関しては、こんがり肉であったり、食べていただくと回復するものになってます。置いといても今のように自然回復で治癒があります。その他、メディカルブリューであったり、血液パックとかも回復アイテムになってます。あとはカスタムレシピですね。このように回復をしていくことが、体力30以下になると、怪我の状態が入りまして、走れなかったり、行動が制限されます。回復するともちろん解除されるというものになっています。あと、体力の部分に関しては、残りの体力に依存してですね、スタミナの回復速度っていうのも変わってくる部分がこんなところですかね。続いて、スタミナに関してなんですが、簡単に言うと何か行動をする、採取採掘、攻撃、走る、泳ぐ、行動を起こした場合に消費していくものになり、もちろん数値を上げると、それがより長くできたりっていうところ。で、スタミナが切れると、疲労っていう状態になって、行動ができなくなっていくというものですね。行動しなくなれば回復しまして、基本的に歩いている時より止まったまま何もしないっていう状態が一番回復速度が早くなる。スタミナに関しては割合で回復していきますので、スタミナ上げると回復速度も結果上がっていくというものになってきます。先ほどもご案内した通り、体力が減ってくるとスタミナの回復も減ります。あともう一つ、スタミナがない状態で、それでもさらに行動をすると、後ほどご案内する気絶値が増えていきます。あんまりすると気絶しちゃうっていうところもあります。働きすぎ現金っていうところですね。水中で泳いでいるとき、スタミナが切れてしまうと、速度低下もそうなんですが、浮上ができなくなります。川辺とかでちょっと登れるところであれば、なんとか回避できるんですけど、ただ、そういうのがなければ、沈んだままになって窒息してしまいます。なので、泳いでいるときは特にスタミナ注意しないといけないです。酸素ボンベとか使っていれば、息は持つんですけど、結果なかなか復帰するのは難しくなるのがあるので、注意しないと、恐竜に乗ってるとまた変わってくるんですけど、回復します。続いて、酸素値ですね。水中行動をする場合、呼吸を止められるよっていうものになります。ここに関しては、数値を上げることによって、水中での行動時間が長くなるっていうのと、もう一つですね、結構知らない人多いかもしれないんですが、泳ぐスピードも上がります。一応、速度1レベルにつき 1.2% 上昇する部分と、あとは移動速度とかスキューバーフィンでも変わってきて、1回で結構な数値が上がるっていうところ。酸素なくなると窒息状態になって体力がどんどん減っていくというものになってます。水面出たりすると回復します。
フィーバータンクとかでカバーすることができるので、初期ぐらいですかね、フルとする。続いて食料値に関してなんですが、ここに関しては時間の経過とともにお腹が減るよっていうもの、もしくはスタミナであったり体力回復するときに今のように急激に減っていく。あとは寒いところに関してはより早く空腹になるというものが、これも食料値ゼロになると体力が減っていきまして、あと気絶値、後ほどご案内しますが、そちらも減っていきます。ベリーであったり、野菜、卵とかですね、を取って空腹を紛らわす。もしくはカスタムレシピで空腹量を上げると。ベリー100個ぐらい食べれば結構回復します。徐々に上がるので、上がってる間減らないっていうのがあるので、うまいこと使っていただければと思います。水分値ですね。水分に関しては、これもなくなると、まず気絶値が増えていきます。脱水症状。あと体力の減少もあります。これもスタミナの回復とかで、水分減ったりとか、これは暑くなると水分の減りがですね、早くなったり。一応補給としては、直接、水辺で水を飲む。あと蛇口で水を飲む。それを溜めた水筒とかで水を飲むっていうのもあるんです。直接水に入った場合であったり、あと雨が降ってたりすると回復します。次が重量ですね。ここに関しては持てる量が増えていきます。85% 超えた場合に重量過多ね、減速状態になり、移動速度が落ちるっていう部分ね。一応重量 50% を超えたあたりから少しずつ移動速度が低下していきます。なので、いっぱい持ってると恐竜から逃げるっていう時辛かったり、初期の時はあります。所持重量もちろん超えると動けなくなる。ただ動けないですが、重量の2倍まで持つこと自体はできます。持ち物に関してですね、持てる重量もそうなんですが、ちょっと余談にはなるんですけども、重量がなくても、それぞれ距離だったりサバイバーであったり、インベントリーの持てる個数が決まってまして、そこをオーバーすると持てなくなるっていうのは別であります。右上に黒い重りマークが出る。そういった部分もあります。あと追加で持つときに関しては F ボタンとか、無知で拾うこともできるので、そういった形で所持重量を超えて持つこと自体は可能になってます。インベントリーで移せるのは少ないですけど、プラスアルファでそういった形で取ることはできます。あと、ペックの足の部分を機能させることによって動くことが利用できます。最重要ステータスとは言えると思います。次に、近接攻撃力ね。ここに関しては、あくまで近接なので、ボウガンとか遠距離武器は含まれません。槍であったり、剣であったりっていうところの攻撃力。あとは、採掘に使うピッケルや斧とかも上がるので、採掘能力、採取能力にも影響を与えるものになります。倒したり、採取ですね、するのに、早く手に入れたりとか、そういった部分が、倍率が上がるわけではないんですね。オーバーダメージによって多めに手に入るっていう部分は一応あり。恐竜の採掘とかは変わってくる。ここにゲームの効果と乗算されて攻撃力が決まる。一応恐竜の場合は、オブジェクトに与えるダメージ量がもともと多めに設定はされているので、人で攻撃するより恐竜で攻撃した方が数値は高くなります。一応公式設定で 3.2 倍になってます。ローカルとかであれば設定いじれます。続いて移動速度です。この値が上昇すると、より早く移動ができるようになります。ジャンプの距離とかも増えるんですけど、最初とかはね、やはり移動速度を振って恐竜から走って逃げるっていう部分があります。一応今みたいに130振ってればラプトルからでも基本的には逃げれます。あと、こっちも泳ぎのスピードもちゃんと上がります。たまに上げすぎると勢いで坂道とかでも落下ダメージを食らうとか。ちなみになんですけど、恐竜から降りるとき、上に乗っかるのは別なんですけど、飛び降りるタイプのモニターは移動速度で距離が伸びます。情報もあります。次が制作スキルでね。これは前回お伝えしている部分でもあるんですけど、まずアイテムの制作であったり、処理速度が速くなり、ここに関しては作業台や旋盤、手元以外でのグラフとは速度が変化し、プラスアルファで前お伝えしたカスタムレシピの効果に影響を及ぼすものになる。プラスアルファせず制作した性能に関してボーナスがつきます。最大値は上げれば上げるほど、高くはなるんですけど、ただ0から最大値まで
に関しての優先になってるので、何を引くかは完全にランダムに。で、一応公式サーバーでは攻撃力298% が上限となって、それ以上の数値出る場合はあるんですけど、アップロードとかサーバーの再起動とかした場合に落ちる。防具に関しては一応上限値が最大 496%、4.96 倍ですね。が最大値になる。次に、忍耐力に関しては、環境への耐性と気絶値に関わってくる。まず環境としては、寒さや暑さの耐性が強くなります。微妙な環境に生きている部分とか、あと、スコッチとアースみたいな強烈な寒暖差があるところとかに関しては、有効的なものになる。あと、気絶値にも関わってきます。ここに関しては、基本的に麻痺ですね、の耐性が上がるところで、サソリであったり、ティタノボアであったり、麻痺攻撃に関する耐性が上がってき、季節値の回復速度も向上するものに。なので、一番よく使うとすれば、マンティコアですね、のボス戦するときとか、あと洞窟攻略するときとかは上げとくと結構有効的です。少し振ってるだけで、割とティタノボアの攻撃一回耐えれたりとかもできるようになるので、マンティコア戦は入れといた方がいいと思います。病気系に関しても、病気を受ける確率も減少します。なので、ここに関しては、上げる人と上げない人と結構分かれるところではある。けど、部分的に振り直しとかで、ボス戦用に体力振るとかはあると思うので、そういう時は振っていただくと結構便利だったりします。気絶値。ここは単純に気絶値を超えると気絶になります。でも気絶値の 25% で気絶に落ちて、自然回復するのと、あと、スティブベリーとか興奮剤とかで早めに気絶値回復したりとかもできます。で、数値上げること自体はいないんですが、さっきの耐性ですね。忍耐力を上げることによって、耐性を上げること自体は可というものですね。ここがメインのステータスの部分で、あと、プラスの部分で上になるんですが、防御力の部分に関しては、装備しているものとかといろいろあるんですも、ダメージ吸収の部分があります。低減能力として計算式はあるんですけど、その辺は置いといて、高くなれば、それだけダメージ減るよと思っといて、とあと別で、この耐熱、耐寒っていう数値もありまして、それぞれ暑さや寒さに強いもの。これも各装備によってこの数値が決まってるので、このように防御力もあるんですが、耐熱であったり耐寒っていうのは、装備ごとに増えてます。毛皮であれば寒さに強いとかですね、があるので、例えば、ボス戦とかもそうなんですけど、基本的に鉄装備であったり、装備していくと思うんですが、寒いところ、結構寒すぎてダメージ食らうとかもあるので、毛皮とミックスしていかないといけないようなエリアであったりとか、暑すぎてダメージ食らうっていうところもあるので、その辺が、割と注意が必要になります。そこ暑いところが多いんで、装備でいくと結構暑すぎてダメージ食らうとくるので、うまいこと調整しないといけない部分が出てくるボス戦とかもあります。以上がまずステータスについてのご案内になります。続いて、レベルについてなんですが、サバイバーのレベルですね。まず、最初の段階でレベルが105です。上限ですね。レベルの上限を上げる方法が3つあります。でをインプラントを見ていただくことで、数値を確認することが一つがボス戦をクリアするというところになって、ここにもう記載があるんでわかると思うと、先日挙げたムービーが入るボスね、の、キングタイタン以外に関しては上がります。ガンマだとプラス5、ベータだとプラス10、アルファクリアするとプラス15になり、正確には5ずつ上がってるようなイメージで、最大でプラス15、1体につき。で、それが今現在であれば4体いるので、全部で60が上限として上がります。次に、エクスプローラーノート、探検家の記録、調査書など、これも全マップの調査書を集めると最大値がプラス10になります。全マップなんで結構大変だったりはするんですけど、これに関してはストーリー追いながらとかですね、楽しみながら集めれるという部分と、ボス戦行かなくても上がるので、そういった面で、どうしてもボス戦だよっていう人に関しても上げれるものになります。次がピペッ
トのレベルですね。を上げることによって最大5レベル、1レベル上げることに、プラス1されるものになります。こういうやつね。イベントとかで手に入るもの。あとは特典とかでこういう風に手に入るかも。あと、チビペットに関しては、持ってるマップに出てるものしか使えません。ショーパックがない場合、普通のやつとかはいいんですけど、こういうシャドウメインだとジェネシスに定されてたり、ジェネシス持ってないと使えないっていう部分があったり、レベル上げる場合なんですけども、左手の方に装備すると使えるようになりで、こういう形で出てきます。この状態で恐竜に乗ってとかでいいので、アルファ生物、トリケは別なんですけど、他のアルファ生物、普通に赤い裏も立ってるような、に関して倒していくと、経験値が溜まっていきまして、レベルが上がっていくというところです。多少アルファ上がりをしないといけないという部分はあるんですけども、比較的上限レベルを上げやすいタイプのになってると思います。レベルについてなんですけど、全部足すと最大で今現在がサバイバーレベル180が上限になるんですけど、レベル132以降に関しては結構レベルが上がりづらくなり、エングラム自体も現状としてですね、レベル120のアストロデルフィスのエングラムですね、ぐらい上げれればと足りるようなもの。もちろんエングラムポイントもらえるんで、増える部分も出てくる。もう触れる数値が上がったりとかあるので、もちろん上げる利点はあるんですけども、180まで頑張って上げるかどうかは、生活すれば勝手に上がるので、レベル上げをするという部分に関しては120ぐらいまで頑張るぐらいだと一応、捨て振りに関しては、運用の仕方にもよって違ってくるのと、時期であったり、タイミングで変わってくる部分はあるんですけど、一応、心的おすすめな部分としてですね。ここに関して、今振ってるのは、主にボス専用のステータスになってます。ちょっとヒットポイント多め。あと、移動速度は130。スタミナ少々、重量少々。始めたてとかに関しては、まず、自分的に上げるのは、重量、あと移動速度。距離から逃げる用の移動速度と、重量も高くないと、先ほどお伝えした通り、移動速度を低減してしまうので、50% 超えると。なんで、重量を上げる。恐竜から逃げるための部分のステータスを優先的に上げる部分があり、あと、建築とかもいろいろしないといけないので、重量を上げる部分は、常にあります。スタミナは、おおむね、一般に関しては150ぐらいあればいいと思います。100でもいいと思います。最初の方は。で、体力は、多少上げた方がいいとは思います。状況を見ながら。ね、優先順位としては、基本的に重量と移動速度を先に上げてしまった方がいい。あと、近接攻撃力を上げるかどうかはちょっと微妙なライン。今結構恐竜のテーマもしやすいので、比較的重量移動でいいような気は。昔はそこそこ最初ゲームがなかなかできなかったので、攻撃力ですね。上げる部分はあったんです。最近はゲームもしやすくなったので、最初は重量と移動速度を振っていく感じでいいかと思います。あとちょこちょこ体力振ってみたいな感じがおすすめの最初の捨て振りですね。あとは重要なステータス慣れてきて分かってくると思うので、自分はほぼほぼ移動速度が130上げるか120上げるかぐらい量があるんで、基本的にはほとんど重量100、重量フル振りが多いです。だいたい500ぐらいは最低限振ってる部分ではあります。一般生活。体力少々とスタミナ100、移動速度130と重量に振るっていう形が、基本的なステータスになって、今ちょっとレベルが高くなってるので、体力とかと多めに出たりする場合は、ほとんど重量に振る。であればわざわざ捨てて拾ってっていう荷物の移し替えとかしなくても、ちなみに普段着布装備なんで軽いんで、そんな感じ。以上です。続きまして、経験値ブーストについてですね。レベリングする前にブーストかけてからレベリングした方が効率はいいので、基本的にまず種類としては5種類ある状態。すべて乗算されていくので、効果が重複します。まず一つ目としては、イベントですね。次、一歳イベントとか、この前ですね。バレンタインであったり、クリスマスであったり、いろいろあったと思う。その場合に経験値倍率も上がります。最近ないですが、週末イベントとかで倍率上がってたりっていうのもあるんですけど、今現在ですね、基本設定自体がすでに週末イベント以上の倍率がかかってる。
で、コロナ禍で倍率を常時化したので、まず始めたてから製品化するまでに基本設定が変わったんですね。で、そこからコロナ禍に至って基本倍率自体を設定を変更したので、言うなれば今常時週末イベントが行われているようなイメージで。なので、テイムがだいぶ早くなってる場合は、常に起こっている状態にはなるんですけど、それを基本と考えた上で、倍率をかけていく部分として、各イベントですね。あと、これもイベントですけど、年に1回ですね、チャリティーイベントとかが行われるので、ここに関しては、アホほど上がり、みたいな感じですね。次に、サバイバー限定になってくる部分なんですが、2種類ありまして、一つがこちらの料理、啓発の煮汁っていうものがあります。このスープを一口飲むだけで、知覚が研ぎ澄まされ、視野が広がる、また短期間経験値が増加するという形で書いてるんです。1200秒間プラス 50% で経験値が増えます。これに関してはそのままもう食べるだけなので、比較的レベリングをするよっていう時に作っていただいて使っていただくといいです。ただしサバイバー限定になってます。よりには効きません。あともう一個があまり知られてない可能性が高いんですが、トイレという建築物があります。でこれは基本的に水道管につなぐ必要があります。普通に置けるんで、ただ飾りで置いているところ多いと思いますけど、水道管につなげていただいて座りますとこういう状態。分ボタンがあるので、分ボタンを押すと脱粉すると。この状態だと右下出てると思うが、経験値がプラス 33%。20秒間トイレでトイレすると経験値が上がる、倍率が上がるっていう状態が起こります。ちなみにトイレ終わってフィニッシュでするとトイレが流れて肥料が手に入るというものになって、次にですね、エクスプローラーノート、探検家の記録っていうのがあり、各マップにいろいろあったりするけど、有名なヘレナ・ウォーカーですね。こういう恐竜の調査書もあるんですけど、こういう感じで洞窟であったり、地上、マップ上であったり、いろんなところにあるんですけど、決まった場所に。それぞれ人によって箱の形が違います。壺だったり、空箱みたいなもの、いろいろあるんです。そこにバックストーリーが載っているようなものになって、そういうのを集めていただいて、箱を開いた時ですね、に関して経験値が手に入るのと、600秒間プラス 100%、要は倍ですね、の効果があります。タイミング見て開いて、ゲットするっていう経験値のレベリングをするっていうのも一つで、これに関してはサバイバーだけで取ったらサバイバーだけですし、ペットに乗ったままですね、開けば両方に効果が対応します。あともう一つ特殊な記録がありまして、通常開いた場合黄色っぽい矢印なんです。紫の矢印になるやつが、これは4倍されます。もう一つが、これは恐竜限定になるんですが、昔使われたんですけど、最近あんまり使われてないかもしれないんですが、こちら、ディストロサウルスくんですね。こういう感じで撫でてあげると飛び跳ねたりするんですけども、するとですね、一定範囲内の恐竜にこういうマークがつきます。で、こうなると右上出ている通り経験値ブーストがついてます。で、これに関しては一定時間 35% アップになります。距離離れるとつきません。ある程度の近い距離でないと効果はつかないんですが、その一体の恐竜は状態になります。一定時間空くとまた撫でれて同じように効果を発揮させることができます。ブーストとしては以上ですね。では続いて、レベリングに関してなんですが、同じ場所ばっかりだと飽きちゃうので、場所を移動しました。順を追っていくと、基本的に大きく分けた部分で、まず行くと、建築、あと、クラフトで恐竜狩りなどになってきます。一部ちょっとあと特殊があるんですけど、順を追ってご紹介していきます。まず初期のあたりに関しては建築ですね。クラフトとも言えるんですけど、だいたい仮拠点作ってればレベル上がります。で、次の拠点、すぐですね、藁から木材作れるようになるんで、木材で拠点軽く作ったら石作れるようになるんで、石で拠点を作るっていう形をとってれば、だいたいあっという間にレベルが上がります。規模にもよりますけど、普通の恐竜が入れるような拠点作ってれば、仮拠点でも
で作ってれば、だいたい上がります。その間に、だいたい、藁とか木で仮拠点を組んだら、麻酔薬が作れるようになり、麻酔薬が作れるようになると、基本的に麻酔薬作ってれば、結構効率、最後まで使えるレベリングになり、あんまり離れすぎると経験値入らなくなるんで、出かける前に作るのはあれなんですけど、拠点内で作業するときとかに、麻酔薬使うものですし、レベリングにもなります。最初の頃は一番効率いいか。あとは番外として、ちょっと資材使うんですが、クラフトとしてはイカダつく。設置して解体して回収するっていうのも返ってくるんで、半分作っていくっていうのが割と使われるレベリングになる。麻酔薬作りに関してなんですけど、いくつか方法がありまして、初期はこういう感じですね。テーブルはあってもなくても3つぐらい置いて、麻酔薬作ると。最初そのあれなんで麻酔薬と、赤子作ってみたいな感じになると。後々、こちらの化学作業台に移行する。こっち行くと効率も良くなるんで、だいぶ変わってくるんですけど、レベリングも上がるよと。もう一つなんですが、意外に知られてない部分でもあるんですけど、エクースくんね。これ通常、サドルなくてもこういう感じで乗り回すことがある。ただ、エクースくん、サドルがあるんね。サドルをつけると、こういう形で、すり鉢の代わりになる。こういう投げ縄は、ここでしか作れないものを、より捉えたり、切り回したりで、それ以外にも、この形で、麻酔薬ね、とか、こういうのを全部作れるようになるので、これをしていただくことによって、苦肉持ってベリー借りながら、外で作りながら採取できるっていう手段を取ることもできますし、すり鉢、最悪作らなくてもできるよと。ラグナロクみたいな人参すぐ手に入るようなところですね。ここであれば、近くにエクースもいるんで、ゲームして、すり鉢使わずに、このままエクースですり鉢の代わりをするっていう手段もあります。化学作業台できるまで。ね、そんな情報もあります。あとは、恐竜狩りですね。恐竜のレベリングと含めて、恐竜狩りをしていくところなんですが、経験値的に美味しいのはアルファなんですけど、ただ、強いんで、経験値は入るんですけど、倒すのに時間かかったりとか、効率がいいかと言われると、微妙なラインではあります。あと、ポーチとかですね、に関しては、デスワーム出てくるとこであれば、ワーム1体で6000ぐらい経験値入って、それでレベリングするっていうのもあります。一般的な部分の恐竜狩りとしてベストなのは、スピノね。経験値高いので、スピノ狩りするっていうのも、ね。あと、リーパークイーンとかも経験値が高いものになってます。あとは、洞窟ですね。いっぱい出てくるようなところの、洞窟ですね。に行って狩るっていうのも、高レベル出るところですね。アイランドとかであれば免疫の洞窟とか虫が腐るほど出てくるんで、入れる恐竜には限られるんですけど、あとガスマスク行ったりとかいろいろあるんですけど、そこの辺クリアすれば結構なレベリングができるというところでもあり。あと、ボス狩りですね。ブルードマザーとか狩れば、ガンマとかであれば結構割と簡単に倒せたりするので、そういうところもレベリング、恐竜も含めてできる部分もあるんで、だいぶボス戦耐えれる恐竜である必要があるんですけど、あとは強いやつ連れてって、とりあえず待機させて離れて置いておくっていう手段もあり、周辺にもレベルが入るんでね、そういった感じの手段を取ることもできる。指示だけ出して自分乗って逃げ回るっていうのもできる。あと、ちょっと、PVE の場合は、サバイバーのみにはなるんですけど、赤ちゃんを倒すっていうのもあります。ブリードのついでというところもある。フレンドリーファイヤーをうまく使いながら倒す必要があるんですけど、火炎放射そういったので倒して赤ちゃんが経験値をゲットするっていうのも一応あります。ブリーディングしてるのであればレベル高いと思うので結構割と効率的だったり、あとクラフト部分で、テック系の建築って割と経験値高いんですけど、テックスイッチとかジャンプパッドとかエレメント5個で作れて数あっても困らないのがテックで、その辺を作るでも結構経験値にはなり、いっぱいありすぎると困りますけど。あと、ギガとかのレベリングとかであれば、エクスティンクション
OSD とか、ノードとかを挑戦すると、レベリングがしやすい。高レベル出てくるし、大量に出てくるし。ただ、生半可な恐竜であれば、やられてしまうんで、ギガとかを推奨します。特殊な部分として、こちらですね。テックスリープポット。これは寝てるだけで、水分がその辺も回復するんですけど、経験値が通常でかなり増えます。でこれに関しては、サーバーさえ動いていれば、ログアウトしてても増えるんで、リアルでの活動中ですね、にレベリングができるというかなり有能なものになって、これも 6L で、ゲットできるので、極力早めにゲットすると結構便利になり。で120なんですが、基本的に 6L ベータで10、アルファ1回超えればもちろん15全部データが簡単にクリアできるんで、挑戦する準備の方が大変ぐらいだと思う。チビ恐竜に関してレベル5まで育てればプラス15になるんで、105の15で120まで変えるっていう部分があります。なので、どちらにせよ 6L で倒しに行くと便利になるんで、ベレーション挑戦してみるのはいいかと思います。プライムの方じゃないです。ベレーションの 6L ですね。まあそんな感じです。はい。では、いかがでしたでしょうか？少し余談も入ってしまったので、長くなってしまいましたが、本日は以上となります。本日はサバイバーのステータスやレベルについて、あと経験値ブーストとレベリングの仕方ですね、についてご紹介させていただきました。で、恐竜の方はよりちょっと詳しくですね、ステータスについてご紹介していこうかと思っておりますので、意外に結構知らなかった情報とかも出てくることが多々あると思うので、楽しみにお待ちいただければと思います。まあこういった形でトラップ動画であったり、建築動画、あと冒険動画、こういったチュートリアルも上げていっておりますので、少しでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。